皆さんこんにちは。日本語スタジオラジオスタラジの時間です。今日も私、日本語教師の静香とアシスタントのヨッシーが簡単な日本語で日本の生活や文化について話します。このポッドキャストで私たちと一緒に新しい単語や文法も勉強しましょう。今日もよろしくお願いします。静香先生、今日は何を勉強するんですか？今日勉強するのはこの文法です。何ですか？ヨッシーが知りたいのは今日の文法についてですよね。そうですよ。今日はどんなことを教えてくれるんですか？私が教えるのはこれですよ。すみません。もう少しわかりやすく言ってくれませんか？皆さんが今日勉強するのはこの何々のはという文法です。今までのスタラジのスキットを聞いていて気づいたんです。スキットでこのフレーズをたくさん使っているのに全然レッスンで教えていなかったんですよ。なるほど。よく会話で使う文法ですか。だから今日勉強するのはこの文法です。これは N4 レベルなんですが上手に使える学生は少ないです。これまでのスタラジのスキットからこの文法を探してきました。聞いてください。日本に来てちょうど1年になります。日本語の勉強を始めたのは3年前ですが、国際郵便の会社があると思います。よく使われているのは CHL とか。実はあの日のことが恥ずかしくて、ゆきさんを見たら逃げてしまうんです。この前の飲み会も僕がいなかったのはそういう理由で。部活終わったらミキたちとカラオケ行くから。多分帰るのは8時くらい。僕も外国語を話せるようになりたいな。勉強を始めたのは3年前ですか5年前？マイクさんが日本に来たのは5年前なんですか？確かにこのノアのフレーズがたくさん使われていますね。静香先生、どうやって使えばいいんでしょうか？はい、短いスキットを用意しました。これを聞いて考えてみてください。すみません。ジムの見学をしたいんですが、お金がかかりますか？お金がかかるのはトライアルだけです。見学は無料ですよ。そうですか。トライアルもあるんですね。トライアルができるのはいつですか？トライアルは土曜日の午前中だけなんです。今日案内できるのは見学だけです。すみません。じゃあトライアルを申し込みたいんですか？申し込むのはアプリからだけなんです。受付ではできません。そうですか。じゃあアプリをインストールします。ここ Wi-Fi ってありますか？ Wi-Fi が使えるのはジムのメンバーだけです。そうですか。わかるけど難しいな。いつトライアルができますかと、トライアルができるのはいつですかは同じですよね。そうですね。ジムのメンバーだけが Wi-Fi を使えます。Wi-Fi が使えるのはジムのメンバーだけです。意味は同じです。じゃあどっちでもいいということですか？ N5 レベルか N4 レベルか、その違いですか？基本的に日本語は文の最後が一番言いたいこと、大切なことなんです。つまり、私は昨日友達とレストランで食事しました。これは一番ナチュラルな言葉の順番です。私は昨日レストランで友達と食事しましたと言うと、家族じゃなくて会社の人じゃなくて一人じゃなくて友達と食事したという意味が強くなります。ジムのメンバーだけが Wi-Fi を使えますと、Wi-Fi が使えるのはジムのメンバーだけですは
同じだけど、2つ目の方はメンバーだけという大切な情報を後ろにしてメッセージを強くしているんですね。その通りです。動詞の普通形にのはをつけて名詞にして、後ろに一番言いたいことを持ってきます。でも僕が知りたいのはこの文法の上手な使い方なんですけど。この文法を使うのはいつでも大丈夫ですよ。例えば自己紹介でも使えます。生まれたのは日本ですが、2歳から12歳までアメリカに住んでいたので英語の方が得意ですとか。なるほど。使いすぎても良くないので、まずは質問と回答から慣れるといいと思います。スキットのトライアルができるのはいつですかのような感じですね。はい、少し練習しましょうか。何々のはの文にしてください。皆さんも一緒に考えてくださいね。ご両親はどこに住んでいますか？ご両親が住んでいるのはどこですか？何時からミーティングが始まりますか？ミーティングが始まるのは何時からですか？誰がこのケーキを食べたんですか？このケーキを食べたのは誰ですか？次は回答です。私が質問するので、ヨッシーは何々のはの文法で回答してください。日本語が上手ですね。いつから勉強しているんですか？日本語の勉強を始めたのは2年前ですが、子供の頃からアニメをたくさん見ていました。へえ、どんなアニメを見ていたんですか？よく見ていたのはマルトです。なんとなく使い方が分かりましたよ。じゃあもう一つスキットがあるので、こちらも聞いてください。同じ文法ですよ。先輩は趣味ってありますか？最近ハマっているのは写真を撮ることかな。へえ、どんな写真を撮っているんですか？よく撮るのは家族なんだけど。いいですね。写真ないんですか？見せてくださいよ。これとか。この写真にいるのは姉の子供だよ。わあ、かわいいですね。2歳くらいですか？うん。この写真を撮ったのは2歳くらいだったと思うけど、今はもう5歳だよ。へえ、カメラで写真を撮るのは結構難しいですよね。写真を撮るのは難しくないけど、編集するのは大変だよ。そうですか。でもお金もかかりそうだし、私はスマホで十分ですよ。はい。もう完璧に分かりましたよ。この2人が話してたのは写真を撮ることについてです。そうですか。じゃあ、このスキットの最後、これはどうですか？へえ、カメラで写真を撮るのは結構難しいですよね。写真を撮るのは難しくないけど、編集するのは大変だよ。普通形プラスのはで名詞にするんですよね。同じでしょ？じゃあ、これは写真を撮ることは難しくないけど、編集することは大変だよ。のじゃなくてことですか？でも意味は同じですね。動詞を名詞にします。じゃあ、これはこの写真にいるのは姉の子供だよ。この写真にいることは姉の子供だよ。それは変ですね。あれ？でもどうしてですか？写真を撮るのは難しくないと、写真を撮ることは難しくないはどちらも大丈夫なのに。のとことは動詞を名詞に変えることができます。違うのは、のはどんな言葉にも交換できるということです。
つまり、この写真にいるのは姉の子供は、この写真にいる子は姉の子供ですね。この写真を撮ったのは2歳くらいだったは、この写真を撮った時は2歳くらいだったですね。ことはそれだけで意味のある言葉だから、違う言葉と交換ができないんですね。はい。ことはアクティビティやアクション、イベントという意味がありますね。写真を撮ることは難しくない。つまり、写真を撮るというアクティビティは難しくないという感想です。姉の子供は名詞で、難しくないは形容詞です。感想を言うときは形容詞を使いますね。そういうことです。少し練習しましょう。漢字を読みます。難しいです。漢字を読むのは難しいです。漢字を読むことは難しいです。友達と話します。楽しいです。友達と話すのは楽しいです。友達と話すことは楽しいです。東京に住みます。お金がかかります。東京に住むのはお金がかかります。東京に住むことはお金がかかります。お金がかかりますは動詞ですけど大丈夫ですか？感想なので大丈夫です。でも、ここに住むことはお金持ちだけですというのは文法ミスです。この場合はのしか使えませんね。ここに住むのはお金持ちだけです。はい。ここに住む人はお金持ちだけですという意味ですね。すみません、静香先生。ここに住むのは私の夢だったと、ここに住むことは私の夢だったはどちらも大丈夫なんですけど。それはことがイベントやアクションという意味の言葉だからです。ここに住むという人生のイベントは私の夢だったですよ。なるほど。日本語って難しいな。静香先生、もう一度この2つのスキットを聞かせてください。はい、もう一度スキットを聞いてみましょう。今回は少しゆっくりになります。すみません。ジムの見学をしたいんですが、お金がかかりますか？お金がかかるのはトライアルだけです。見学は無料ですよ。そうですか。トライアルもあるんですね。トライアルができるのはいつですか？トライアルは土曜日の午前中だけなんです。今日案内ができるのは見学だけです。すみません。あ、じゃあトライアルを申し込みたいんですが、申し込むのはアプリからだけなんです。受付ではできません。そうですか。じゃあアプリをインストールします。ここ、Wi-Fi ってありますか？ Wi-Fi が使えるのはジムのメンバーだけです。ああ、そうですか。先輩は趣味ってありますか？最近ハマっているのは写真を撮ることかな。へえ、どんな写真を撮っているんですか？よく撮るのは家族なんだけど、いいですね。写真ないんですか？見せてくださいよ。これとか、この写真にいるのは姉の子供だよ。わあ、かわいいですね。2歳くらいですか？うん。この写真を撮ったのは2歳くらいだったと思うけど、今はもう5歳だよ。へえ、カメラで写真を撮るのは結構難しいですよね。写真を撮るのは難しくないけど、編集するのは大変だよ。そうですか。でもお金もかかりそうだし、私はスマホで十分ですよ。よし、今回も
AI の歌があるんですか？あります。お、はい。そうですか。どんな歌でしょうか。まず皆さん聞いてみましょう。はい。最初に好きになったのは俺、カラオケでラブソングを歌ったのは俺の親友、密かにラブレターを送ったのは先代、みんなを振り回すのは君の特技なのさ。君が見ているのは俺、親友戦隊、それとも誰？俺が告白できないのはシャイすぎるせい。親友が黙るのは臆病だから。戦隊がチラ見するのはなんだろう、わからん。心が揺れるのは全部君のせい。君が見ているのは俺、先生、親友、店長、先代、交代。俺、先生、親友、店長、先代、交代。それとも誰？みんなは君の魔法にかかってるだけさ。でも本気の恋だから君が好きさ。俺が必死に言葉を探すのはマジだから。親友が無理やり話しかけるのはただの嫉妬。戦隊がさりげなく近づくのはどうでもいいや。君は何もかも知っている。俺、先生、親友、店長、先代、後輩。冷静、親友、店長、先代、後輩。みんな君を好きってこと。みんなは君の魔法にかかってるだけさ。でも俺のはマジの恋だから君が好きさ。俺のは俺のは君が好きさ。歌の中に今日勉強した何々のはがたくさん出てきましたね。そうですね。いろんな男性が一人の女性を好きになっていましたね。さて、この女性は誰が好きなんでしょ皆さん、今日のレッスンはどうでしたか？う。日本語を勉強するのは面白いですが難しいですね。私たちがスタラジをしているのは皆さんに日本語を楽しく勉強してもらうためです。皆さんが勉強したいのはどんな文法ですか？ぜひコメントで教えてください。リクエストがあればスキットを考えます。よろしくお願いします。それでは次のレッスンで会いましょう。また来週。